こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、カナリキャピタルがスポットライトコイン ETF の S1 を申請しています。カナリキャピタルはですね、ライトコインはより広範な暗号通貨エコシステムにおいて、主導的な役割を果たしているため、より幅広い機関投資家にとって魅力的であると、ライトコインが投資家にとってユニークで魅力的な機会を提供すると確信していると声明を出しています。カナリキャピタルは先日 XRP-ETF の S1 を申請したことでも話題になりましたね。ライトコインは市場全体が調整に入る中、BTC 立てでプラス 4.1% と単独で強くなっています。久しぶりのライトコインファンダとなりましたけども、無事承認となるのか、今後の展開に注目ですね。あとはグレースケールがビットコインとアルトの混合信託 GDLC を ETF に転換する申請を行っています。GDLC の内訳はですね、ビットコインが 75.5%、イーサが 17.8%、ソラナが 4.1%、XRP が 1.7%、アバックスが 0.6% となっています。アルト単独での ETF 申請も注目されてますけども、今後 ETF の実現からですね、アルト単独 ETF の実現が近くなる可能性もありますので、こちらの今後の進捗にも注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス 3.7 億ドルの純流入を記録しています。ブラックロックから久しぶりの大きな流入が見られますね。ただイーサは本日もほとんど動きなくですね、全体でマイナス 0.12 億ドルの純流出となっています。香港はビットコインがプラス 9.98BTC と若干のプラス、イーサはゼロとなってますね。あとオンチェーン関連ではテスラが約2年ぶりにビットコインを送金しているのが観測されています。トランザクションを見る限りかなり細かく分散されてまして、今朝7時時点でも移動中となってました。で、テスラ保有分は確認されているものでは約 9720BTC、約 7.6 億ドル相当とされてまして、前回も移動した時は売った時だったんで、今回も売り圧が警戒されてます。イーロン周りが売ったり買ったりするとですね、市場にも影響するんで、こちらもその後の動きに注目ですね。ビットコインの価格は現在67,100ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数10月などがありました。中でも米ニューヨーク連銀製造業景気指数はですね、前回予想を下回ってマイナスに転落してまして、米ドル安、米金利下落要因となっています。で、その後、米市場開場後ですね、米株各指数も下落しまして、ビットコインもつられて下がった展開となっています。で、また個別株の方では、半導体大手 ASML の決算が1日早く公表されてまして、受注額が予想の40億ユーロから60億ユーロに対して結果が26億ユーロと大幅に下回ったことからですね、来年2025年の業績予想も下方修正となってまして、株価もマイナス 16.26% と急落しています。1998年以来最大の下げ幅を記録したのが話題になってますね。この ASML の動きが市場全体に影響したという見方もありますね。米国債昨日は 4.038 を推移しておりまして、ナスダックが2159、S&P500 が5829、ダウ平均が42,740、金ゴールドが2665ドル、日経平均が39,093円、ドル円が 149.18 円となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 2.25%、額としては379億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.25%、バイナス面はショートが 58.0% と下寄りになっています。今後の指標としては本日10月16日に CPI、PPI、10月17日にユーロ ECB 政策金利、米小売売上高、米フィラデルフィア連携景況指数、10月18日に中国の実質 GDP、中国、英国の小売、米住宅着工件数9月などが控えております。他アナリストの見解ではですね、昨日取り上げたハリス候補の黒人政策で仮想通貨市場に流入が期待できるとかですね、あとは米選挙前に AT 値に到達するんじゃないかとか、あとはトランプ勝利で2025年まで強気が期待できるとかいうですね、ビットワイズ CIO、スタンダードチャータード銀行、JP モルガンらの見解が注目されてますね。市場全体で見たら指標や ASML の決算など、サプライズによる影響でですね、下向きになっている状態で、仮想通貨市場単体で見たら ETF の流入が回復しつつも、オンチェーンのテスラの動きなどですね、警戒されている状態なのかなと思います。で、昨日ですね、その明日の米小売前までは強くなるんじゃないかという、個人的な見解を述べましたけども、サプライズなどで相殺されて、現状維持になっているのかなと思いました。
ただ以前までだったら、米株の影響をもろに受けて ETF も流出する展開になってたんですけど、今回は流出もないんで、単独での強さが少し見えてきたのかなと思いましたね。ただ、もう明日には米小売り控えてるんで、明日の夜までにノーポチにする人が増えて、一旦調整に入る展開もあるかもしれないですね。テスラの続報がいつ出るのかにも注目したいところです。チャートだけ見たら、上は68,000、下は65,000あたりが意識されるところだと思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2610ドル、BTC 建ては 0.0389 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.12%、額としては127億ドル相当、比率とした全体ではショートが 50.6%、バイナスミはロングが 68.2% と下寄りになっています。内部的にはですね、ビタリックがブロック確定時間を15分から12秒に短縮することや、バリデータの要件を32イーサから1イーサに引き下げることを提案したことなどが話題になってますね。ETF の動向もビットコインとは対極でマイナスを記録してますし、チャート的にも数日前にですね、BTC 建てでそこを形成したように見えましたけども、単独での強さが見られない状況が続いてます。ETF の流入がないままですね、他の ALT ETF に期待が移ってしまっているのも痛いところではありますね。ドル建てでは2700の攻防を抜けられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、セキュリタイズとゼロハッシュの統合で USDC と米ドルとの交換が可能になったこと、ファルコン X が仮想通貨のマイニング報酬を米ドルに変換するサービスを発表したことなどが話題になっています。で、セキュリタイズとゼロハッシュの統合は主にですね、ブラックロックのビトルファンドへの流動性向上が期待されています。ドルステーブルと実世界のドルとのパイプを作る動きが目立ちますね。あとは取引所のビットノミアルが米国で先物取引プラットフォームボタニカルの提供開始を発表しています。リップル主導で2500万ドルの資金調達も報告されてますね。ビットノミアルは先日 XRP 先物関連で SEC を訴えたのも取り上げましたけども、リプレゼはだいたい訴訟関係で注目を集めた後にですね、なんかパンダ出すみたいな動きがよくありますね。あとは TD バンクに31億ドルの罰金命令が下ったのも注目されています。TD バンクはとある国際的な仮想通貨系企業との取引を報告せずに疑わしい仮想通貨取引を助長したとして銀行秘密法違反とマネロンの罪で合計31億ドルの罰金が課せられたとされています。取引相手は非公開のようですね。米国の BSA 下で課せられた罰金の中では過去最高額ということで注目されてますね。あとは連日取り上げてましたトランプ陣営のワールドリバティフィナンシャルトークンの一般販売がついに昨日行われました。サイトが落ちたりして大盛況のように見えたんですけども、結果としては1日の販売額は900万ドルほどで終了となってまして、一般販売に割り当てられたトークンのわずか30分の1ほどの売り上げだったと。当初目標で掲げられてた3億ドル調達には程遠い結果となってまして、一部からは失望の声が上がっているようですね。もともとプロジェクト内部の関係者が信用できないとか、UI が使い回しだったりとかですね、疑惑や懸念がいろいろ出てしまってましたから、それもいまいち資金が集まらない要因になったのかなとは思います。ただ大統領選の賭け市場の方ではですね、トランプ氏が 58% とさらにリードを広げた展開となってますね。こちらも市場に大きく影響する要素になってますんで、今後の進捗に注目したいところですね。あとここからはアルト関連になります。水の関係者による4億ドル相当のトークン売却疑惑が話題になってますね。拡散されている投稿を見ると、水の価格と ICO に参加したウォレットの残高が比較されたグラフだったり、あとは水の価格上昇に反してステーキング量が減っているグラフなどが添付されています。で、これに対して水財団はですね、この期間中内部関係者、財団やミステイラブスの従業員、ML 投資家は個別にも組織でも4億ドル相当のトークンを売却してませんと。内部関係者は先制販売やロックアップ及び循環供給スケジュールの違反には関与してませんと。投稿者はウォレットアドレスを提供してませんが、ウォレットの所有者はロックアップスケジュールに基づいてトークンを所有するインフラストラクチャーパートナーであると考えられますと。すべてのトークンロックアップは資格のある管理者によって実施され、水ファンデーションによって継続的に監視されており、このパートナーは準拠していますと反論しています。水はね、日本のコミュニティ結構盛り上がってますけども、前から悪い噂が目立ってしまう印象ありますね。水の価格は現在2ドル、BTC 建てはマイナス 11.3%、時価総額は25位ですね。アドレスが公開されるまで真相は読みの中ですけども、
ここからまた上へ迎えるのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では世界初のネットワーク国家創設を目指すプラクシスが5.25億ドル調達、Web3 ゲーム開発企業のアズマゲームズが4270万ドル調達、ゼロ知識証明データ検証プラットフォームオパシティネットワークが1200万ドル調達、プレディケイトが700万ドル調達、クワイネットワークがデータ化されたテストネット、ゴールデンエイジテストネットリリースを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。